皆さん、こんにちは。ことの葉の旅へようこそ。ナビゲーターのジンです。このチャンネルでは、日本の文学作品を通して、日本語と日本の文化や人々の暮らしをご紹介しています。すぐに物語を聞きたい人は、概要欄の目次をクリックして先に進んでください。今回の物語は、小泉八雲の怪談、耳なし芳一の話、全3回のうち第2回です。前回、芳一は謎の武士に案内され、身分の高い人の立派なお屋敷で素晴らしい演奏をし気に入られます。しかし、帰り際に、このことは誰にも話してはならない、と言われました。この物語には、この何々てはならないという強い禁止を表す言葉が出てきます。この言葉が物語の中でどんな場面で使われているか探してみてください。さて、第2回では、夜な夜なお寺を抜け出す芳一を住職たちが心配します。雨の中、芳一の後を追ってたどり着いたのは、恐ろしい場所でした。芳一の身に迫る危険を知った住職。芳一を救うために住職がしたある準備とは何なのでしょうか。それではどうぞ最後までお楽しみください。耳なし芳一の話。小泉八雲。2。芳一が寺に戻ったのは夜明け近くだったが、寺にいなかったことには誰も気がつかなかった。住職はかなり遅く帰ってきたので、芳一は寝ていると思ったのだった。昼の間、芳一は少し休憩することができた。そしてその不思議な事件については一言も話さなかった。翌日の夜中に侍がまた芳一を迎えに来て、あの高貴な人々の集まりに連れて行った。そこで芳一はまた語り、前回の演奏と同じように称賛を得た。しかし、この2度目の訪問中、芳一が寺を離れていることが知られてしまった。それで朝に寺に戻ってから、芳一は住職の前に呼び出された。住職は
柔らかい言葉で、しかし叱るような調子でこう言った。芳一、私たちはお前の身の上を大変心配していたのだ。目が見えないのに一人であんなに遅く出かけるのは危険だ。なぜ私たちに言わずに行ったのだ。言ってくれたなら下男に友をさせたのに。それにどこへ行っていたのかな。芳一は言い訳をするように返事をした。和尚様、申し訳ございません。ちょっと私用がございまして、他の時刻にそのことを済ませることができませんでしたので。住職は芳一が理由をはっきり言わないので、心配したというより、むしろ驚いた。それが不自然なことで、何か良くないことでもあるのではないか、と感じたのだった。住職は、この目の見えない少年が悪魔に取り憑かれたのか、あるいは騙されたのかと心配した。それ以上は何も聞かなかったが、密かに寺の下男に事情を話して、芳一の行動に気をつけて、暗くなってからまた寺を出て行くようなことがあったなら、芳一の後をつけるようにと言いつけた。その翌日の晩、芳一が寺を抜け出していくのを見たので、下男たちはすぐに提灯を灯し、その後をつけた。ところがその日は雨の晩で非常に暗かったため、寺の下男が道路へ出る前に、芳一の姿は消えてしまった。芳一は非常に早足で歩いたのだ。盲目であることを考えると、それは不思議なことだ。なぜかというと、道が悪かったから。下男たちは急いで町を通って行き、芳一がいつも立ち寄っている家へ行き、聞いてみたが、誰も芳一のことを知っている者はいなかった。最後に下男たちは浜辺の方の道から寺へ帰ってきた。すると、阿弥陀寺の墓地の中から、琵琶の演奏の音が聞こえるので、一同はびっくりした。二つ三つの鬼火。暗い晩に普段からそこにちらちら見えるような、が見えるほかは真っ暗であった。しかし、下男たちはすぐに墓地へと急いで行った。そして、提灯の明かりで、そこに芳一がいるのを見つけた。芳一は雨の中、安徳天皇のお墓の前に一人座って、
琵琶を鳴らし、壇ノ浦の戦いの曲を高く語っている。その後ろと周りと、それから至るところたくさんの墓の上に、死者の人玉がろうそくのように燃えていた。未だかつて人の目にこれほど多くの鬼火が見えたことはなかった。法一さん、法一さん。下男たちは声をかけた。あなたは何かに化かされているのだ。法一さん。しかし、法一には聞こえないらしい。法一は力を込めて琵琶を鋭く美しく鳴らして、ますます激しく壇ノ浦の戦いの曲を語った。下男たちは法一を捕まえ、耳に口を近づけて声をかけた。法一さん、法一さん。すぐ私たちと一緒に家に帰りなさい。法一は男たちに向かって叱るように言った。この高貴な方々の前でそんな風に私の邪魔をするとは許さんぞ。事柄の不気味さにかかわらず、これには下男たちも笑わずにはいられなかった。法一が何かに化かされていたのは確かなので、一同は法一を捕まえ、その体を持ち上げて立たせ、力ずくで急いで寺へ連れて帰った。住職の命令で法一は濡れた着物を脱ぎ、新しい着物を着せられ、食べ物や飲み物を与えられた。その上で住職は法一のこの驚くべき行動を十分に説明するように言った。法一は長い間それを語るのをためらっていた。しかし自分の行動が親切な住職を脅かし、かつ怒らせたことを知って、ついに自分の沈黙を破ろうと決心し、最初に侍が来た時以来の出来事のすべてを話した。すると住職は言った。かわいそうな男だ、法一。お前の身は今大変に危ないぞ。もっと前にお前がこのことをすっかり私に話さなかったのは不幸だった。お前の音楽の才能が全く不思議な困難にお前を引き込んだのだ。お前は決して人の家を訪れているのではなくて、墓地の中で、平家の墓の間で夜を過ごしていたのだ。今夜、下男たちは、お前が雨の中に座っているのを見たが、それは安徳天皇の墓の前だった。お前が見ていたことは皆幻だ。
死んだ人が訪れてきたこと以外は、そして一度死んだ人の言うことを聞いたということは、死んだ人に身を任せたということだ。もしこれまであったことの上に、さらにその言うことを聞いたなら、お前はその人たちに八つ裂きにされるだろう。しかし、いずれにしても遅かれ早かれ、お前は殺される。だが、今夜私はお前と一緒にいるわけにいかぬ。私はまた一つ法要をしに行かなければならない。行く前にお前の体を守るために、その体に経文を書かなければなるまい。日没前、住職と他の僧侶とで法一を裸にし、筆を使って二人で法一の胸、背中、頭、顔、首、手足、体中どこと言わず足の裏にさえも般若心経というお経の言葉を書いた。それが済むと、住職は法一にこう言った。今夜私が出て行ったらすぐに、お前は縁側に座って待っていなさい。すると迎えが来る。が、どんなことがあっても、返事をしたり、動いてはならぬ。話をせず、瞑想しているように静かに座っていなさい。もし動いたり、少しでも声を出したりすると、お前は切り裂かれてしまう。怖がらず、助けを呼んだりしようと思ってはならぬ。これは助けを呼んでも助かるものではないから。私の言う通りに間違いなくしていれば、危険は通り過ぎて、もう怖いことはなくなる。日が暮れてから、住職と僧侶は出かけて行った。法一は言われた通り縁側に座った。自分のそばの床の上に琵琶を置き、瞑想の姿勢でじっと静かにしていた。注意して咳もせず、息も聞こえないようにして、何時間もこうして待っていた。すると道路の方から足音がやってくるのが聞こえた。足音は門を通り過ぎ、庭を横切り、縁側に近寄って止まった。法一のすぐ正面に。法一と低く力のある声が呼んだ。だが法一は息を潜めて動かずに座っていた。法一。
と再び恐ろしい声が叫んだ。ついでさらに恐ろしく激しい声で3度目。芳一。いかがでしたか？壇ノ浦の戦いでは、わずか8歳の安徳天皇が、おばあさんである二位の尼に抱かれ、海の底へと消えました。平家一門が滅びた悲しい歴史です。暗く冷たい海で、彼らの魂にとって芳一の琵琶だけが唯一の救いだったのでしょう。自分たちの悲劇を誰かに美しく語り継いで欲しかった。その強い思いが芳一を引き寄せてしまったのかもしれませんね。果たして平家の武士は芳一を見つけることができるのでしょうか。物語はいよいよ次回最終回です。最後までお聞きくださりありがとうございました。それではまた次のことの葉の旅でお会いしましょう。今回の旅の記録はノートから PDF でダウンロードできます。復習に使ってくださいね。